こんにちは、みえこです。今日はリバーシブルのキルトを作ったので、その作り方をご紹介します。ピンクの面とブルーの面があって、とっても素敵なんですよ。では、使った布です。ブルーの面はこれらの布を使いました。まず最初に7センチで布をカットします。次にブルーの両隣に薄い色を塗ったもの、そして白の両隣にブルーをつけたもの、これを1センチの縫い代で縫って、次に7センチでカットします。次に15センチ ×15 センチのキルト綿の上に先ほど縫った3列につないだものを上に乗せて、両隣ブルーの布をさらに乗せて1センチの縫い代で縫います。次に反対側、下の部分ですね。この部分も両隣重ねてまた1センチで縫いつなぎます。これを24枚作ります。次にピースワークしていないもの、17センチ ×17 センチの薄い色のもの、白いものですね。ベースが白いものをこの先ほど縫ったものの上に乗せて1センチの縫い代で縫います。こんな感じですよ。これを縫いつなぎます。1列ずつ交互に縫って、キルト綿がついているもの、ついていないもの、交互に縫いつなぎます。7つ縫いつないで、ピースワークしたもの、しないものを順に並べて7段作ります。これを縫いつなぎたい順番に並べて、待機します。こんな感じですよ。はい、準備万端。次はこのバラの布を使いました。これお気に入りなんですよ。これを17センチ17センチの大きさにカットします。これを24枚切ります。そして茶色とグリーンの布に合わせました。ピンク以外の布ですが、これを 4.5 センチにカットします。グリーンベースのもの、茶色がベースのもの、どちらも 4.5 センチにカットします。そしてピンクがベースのものは7センチ正方にカットします。まずは茶色がベースのものとグリーンがベースのものを1センチの縫い代で縫いつないでアイロンをかけます。全部つなげて縫うと早くできますよ。そしてこの2つ縫いつないだものを 4.5 センチにカットします。そしてこの順番で正方形に7センチ正方に縫いつないでください。そしてこのように並べます。3列に
縫いつなぎます。縫い代1センチですよ。そしてキルト綿15センチ ×15 センチの上に真ん中あたりに乗せます。センターが縫いつないだものですよ。両隣がピンクです。今度はその反対でセンターがピンクのものです。これを先ほどと同じように1センチの縫い代で縫いつなぎます。上も下も同じように1センチの縫い代で縫いつなぎます。このようにできます。これを25枚作ります。ちょっとずれたものは切り落としてしまいます。そしてピンクベースの布をのせて1センチの縫い代で1列ずつ縫いつないでおきます。次にここ大事なところですよ。ブルーベースのものの裏とピンクベースのもの裏を合わせます。こんな感じで合わせてください。縫い代倒す方向大事ですよ。ピースワークしない方向に縫い代を倒しておきます。その上にピンクを中表でもう一段のせます。縫い代はピースワークしない方向に倒すのを間違わないように気をつけてくださいね。端まで丁寧に合わせて針で留めます。今度は裏側にしてブルーの表ともう一段上の段のブルーを合わせて先ほどと同じようにピースワークしない方向に縫い代を倒して重ねます。そして針で留めます。4枚4段重なっているような状態です。もう一度見ますね。ブルーが中表で2枚、ピンクが中表で2枚、合計4枚重ねてこれを1センチの縫い代で縫います。4枚重なってますよ。キルト綿の端のあたりをちょうど1センチになってますから、ここを縫いつなぎます。広げるとこのようにできます。裏返してブルーの面も一緒にできています。今度はここにアイロンをかけます。毎回1段ずつつないだらアイロンをかけます。また先ほどと同じように1段中表で合わせて
そして裏に返してブルーの段も中表で合わせて次の段を重ねます。このような順番で7段全部つなぎます。毎回アイロンかけるの忘れないでくださいね。全部縫いつなぎますよ。7段全部縫い終わったら次にバイアステープをつけます。縫い代1センチでこのように刺繍糸で茶色で縫いました。完成です。こんな感じでリバーシブルのキルトが完成しました。ミシンで縫いつないでいるから簡単にできますよ。ちょっと角がずれてきますけど、でも大丈夫。可愛くできるから作ってみてくださいね。自分の好きな大きさで作れるからとっても作りやすいキルトなんですよ。ピンクの面もこんな感じで優しい色合いに仕上げてみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。